皆さんこんにちは、リリーです。今日の動画は日本語だけで話します。英語の字幕をつけたので、必要な人は字幕をつけてみてください。皆さん、日本語で自然な自己紹介ができますか？きっと日本語のクラスや教科書で勉強した人は一番最初に習ったことかもしれません。私はエミリー・ジョンソンです。アメリカから来ました。22歳です。どうぞよろしく。みんなこういう自己紹介をしませんでしたか？これ実はちょっと不自然な自己紹介かもしれません。私は日本で生まれて育ったので、今まで何回もいろんなところで自己紹介を聞いてきましたが、あまり日本の人が私は何々ですと名前を言うのを聞いたことがありません。今日はもっと自然に自己紹介ができるように、本当にみんなが使っているフレーズを紹介したいと思います。誰に自己紹介をするか、どんなところで自己紹介をするかによって、もういろんなバリエーションがあります。でもみんながよく使うフレーズ、よく使う形というのもあります。それを今日は一緒に見ていきたいと思います。まず自己紹介で絶対に欠かせないのは名前ですね。よく教科書で見たり学習者の人が言うフレーズにこんなのがあります。私はメアリー・ジョンソンです。私の名前はメアリー・ジョンソンです。もちろんこれは間違っていません。でも名前を言うときに私は田中です。私は鈴木です。とかっていう言い方はあんまり聞いたことがありません。じゃあどうやって言えばいいんですか？自分の名前を言うときは〇〇ですだけでいいです。もっとシンプルですね。もしくは〇〇と言います。ビジネスやフォーマルな場所では〇〇と申しますがさらに丁寧な表現です。あと英語ではよく Hi, I'm Emily とか Hey, I'm John というふうに名前、first name だけを言うこともあると思うんですが、日本語の挨拶では、だいたい名字、last name で名前、first name 両方言います。もしくは、名字だけの時もあります。でも、first name だけ、名前だけというのは、本当にカジュアルな若い人の友達同士の集まり以外ではあまり聞きません。で、日本語の名前は、名字、名前なので、例えば、名字が田中で、名前が美穂だったら、田中美穂ですと言います。例えば、アメリカ人の人の名前も、名字、名前にスイッチしないといけないんですか？いえ、そんなことはないです。例えば、名前が前に来るアメリカ人の人の名前だったら、ジャスティン・ビーバーですとか、ビリー・アイリッシュです。バラク・オバマですと言って大丈夫です。オバマ・バラクですって変えなくていいです。じゃあ実は名前さえ言えればこれで一番ベーシックな形で自己紹介ができるようになります。フレーズが2つあります。1つは皆さん知ってると思います。はじめまして。これは言う時もあるし言わない時もあります。例えばすごく大勢で自己紹介をしているとき、みんなはじめましてって言わなくってもいいですよね。もう一つはよろしくお願いしますですね。これだけできれば一番ベーシックな形ができました。1対1の自己紹介だったら私はこれが一番よく使うものだと思っています。じゃあ個人対個人の自己紹介だったら、はじめまして、メアリー・ジョンソンです。よろしくお願いします。はじめまして、ジョンソンと申します。よろしくお願いします。それだけと思うかもしれません。でも、他の国の自己紹介でもそうだと思うんですけど、1対1だったら、私は出身はここです。大学生です。大学何年生です。何歳ですってずっと一人で自己紹介を多分話し続けないと思うんですよね。で、日本語の場合もそうです。1対1だったら名前を言ってよろしくお願いしますと言った後に、その後はもう会話で、例えば、田中さんは大学生ですかとか、そうですとか、学部は何ですかとか、そういう会話で自己紹介をしていくようになると思います。
じゃあ次にもう少し大きなグループで自己紹介をするとき、どんなフレーズを使えるか見てみましょう。ねえ、例えば自分の名前が言いにくいんじゃないかなって思ったり、ニックネームで呼んでほしいっていう人の場合、よく使うフレーズは、〇〇って呼んでください。よく〇〇と呼ばれます。例えば、クリストファー・キルビーです。クリスって呼んでください。とか、よくクリスと呼ばれます。ビジネスの場面とかでフォーマルに言いたいときは、クリスってのこのってをとに変えてください。てととは同じですけど、ての方がカジュアルです。だから、クリスと呼んでくださいが使えるフレーズですね。じゃあ次に自分の国や出身について話したいとき、教科書では〇〇から来ましたという表現をよく見るんですけど、これよりももっと一般的に使うフレーズは、出身は〇〇です。もしくは〇〇出身ですの方がもっと自然だと思います。例えば私は埼玉出身なので、出身は埼玉ですとか、埼玉出身ですと言えます。皆さんの場合は違う国の人がほとんどだと思うので、例えば出身はアメリカのカリフォルニアです。出身は韓国のソウルです。中国の上海出身です。など言えるととても自然だと思います。そしてみんながきっと自分の出身を知らないと思う人、もちろん国だけでもいいです。アメリカ出身です。でもいいです。でも言っておきたいとき使えるフレーズはというところです。というところというのは a place called something。出身はアメリカのウィスコンシンというところです。I'm from a place called Wisconsin という意味です。じゃあ次に皆さん大学生の人もいるかもしれません。大学のサークルや集まりではよく自分の学部、学科、学年について話すことが多いです。いろいろな言い方があるんですけど、一番私がよく聞くのは、学部、学科、学年、名前です。という言い方をよく聞きます。例えば、経済学部、経営学科、1年のメアリー・ジョンソンです。という言い方をよくします。これは面接の時にもよく使う形ですね。例えば、自己紹介をしてくださいと言われた時に、上智大学外国語学部イスパニア語学科4年のメアリー・ジョンソンです。という言い方をします。では次に、趣味について話したい場合、これもいろいろな言い方がありますが、今日は3つフレーズを紹介します。まず1つ、趣味は〇〇です。趣味はハビーですね。趣味は映画鑑賞です。趣味は読書です。趣味は旅行です。趣味はカフェ巡りです。とか、いろいろ言えますね。じゃあ、二つ目のフレーズ。〇〇するのが好きです。で、〇〇するは動詞で、のをつけると、それで名詞になるので、例えば、アニメを見るのが好きです。I like watching anime. 料理を作るのが好きです。I like cooking と言えます。じゃあ3つ目のフレーズです。休日はよく〇〇します。例えば、休日はよくランニングをします。休日はよく友達と海に行きます。休日はよくキャンプをします。とか。じゃあ今日習った表現を使っていくつかもう少し大きなグループの中で自己紹介をするときの例です。じゃあ、この頭をちょっと下げるのは皆さん知ってると思いますけど、日本ではよくお辞儀をしますね。ちょっと自己紹介の時は軽く頭を下げるだけでいいと思います。メアリー・ジョンソンです。メアリーって呼んでください。出身はアメリカのロサンゼルスです。よろしくお願いします。はじめまして。文学部2年のメアリー・ジョンソンです。ハワイ出身で1年前から日本に住んでいます。どうぞよろしくお願いします。メアリー・ジョンソンです。メアリーってよく呼ばれます。韓国のソウル出身です。趣味はランニングと映画鑑賞です。よろしくお願いします。
じゃあ次にビジネスの場面で使える自己紹介です。はじめまして、ジョンソンと申します。出身はオーストラリアのケアンズです。日本語はまだ苦手ですが、精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。そしたらパチパチと拍手してくれます。じゃあもう一つレベルアップしたちょっと上級者向けのビジネスバージョンです。今日からこちらでお世話になるジョンソンと申します。出身はアメリカのハワイです。いろいろとご迷惑をおかけするかもしれませんが、精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いします。これはサンプルなのでアレンジして使ってみてください。今日は日本語の自然な自己紹介について話しました。初めて会った人への挨拶は友達を作る時も職場でいい関係を築きたい時も本当に大事ですよね。この動画が皆さんが自信を持って自己紹介をするのに少しでも役立てばいいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。